こんにちは。俺の名前はシン。前回の動画ではばらつきを扱う秘伝の技術に関する背景、目的、概要について説明した。この動画ではその具体的な実施例を演算ツールを使って説明する。前回の動画でばらつきを持つパラメータ間で演算を行う場合のいくつかの方法を比較して、独立なばらつきを持つ2つ以上のパラメータをN 回測定した N セットのデータをそれぞれの演算結果から求めた分布はその精度が保証できないので、測定するたびに分布形状が変動することを述べた。正確な分布を求めるためにはそれぞれのパラメータごとに分布を作成して、それらの分布相互の演算としてパラメータ演算後の最も確からしい分布を求める分布演算を行う必要があることを述べた。この動画では複数のファイルのデータからパラメータごとの分布を求め、それらの分布を使って分布演算を行い、目的となる分布を求めて、その目的の分布から所定の目的値以上となる確率値を求める方法を説明する。これらの作業を行う演算ツールとして、この S 小池分布という GitHub にアクセスして、この分布 .exe と3つの CSV ファイルをダウンロードする。ここでは Windows 10の実行形式として分布 .exe を使った説明を行うが、他の OS 利用者や Python 使いの人には Python モジュールである python.py を使っていただきたい。今回の説明で全体の流れを把握できたなら、GitHub にあるサンプルスクリプトを参考にすれば同様の方は容易に実現可能であると考えます。Windows 10のローカルで分布 .exe をダブルクリックするとこのような画面が立ち上がる。右側の一番上と3番目が入力のプルダウンメニューになっており、演算対象となる分布の作成方法を指定することができる。パラメータは分布の上下限、平均値、標準偏差を指定して分布を作成する。ディストリビューションファイルとは、一度出力したファイルは拡張子 NPZ という分布データが生成され、このコマンドを使うことでそれを入力分布として利用できる。データファイルでは CSV ファイルなどに記述された数値の列を指定して、その列のデータのヒストグラムから分布を作成する。ベクトルは2番目のパラメータだけで指定できる機能であるが、ベクトルを指定するときに使用する。左側の上の2つの入力フレームは先のプルダウンメニューごとに必要な分布情報を入力する。ディストリビューションファイルとデータファイルを選択した場合、右側のセレクトファイルボタンを押して対象ファイルを指定すると入力フレームに指定したファイル名が表示される。右側の5番目は演算のプルダウンメニューになっており、指定した2つの分布の演算方法を指定する。最後に演算結果となる出力ファイルのファイル名を指定してエグゼキュートボタンを押すと演算が実行されて結果のファイルが生成される。演算例として月間走行距離と燃費とガソリン価格の3つのデータから分布を生成して、それらの演算結果として月間ガソリン代の分布を求めて、ガソリン代が4000円以上となる確率を求めてみる。分布演算として月間走行距離を燃費で割ると月間消費ガソリン量となり、それにリッターあたりのガソリン価格をかけると月間ガソリン代の分布が求まる。これは単位計算を行うと分かりやすい。さらに月間ガソリン代分布の4000円以上となる面積を求めれば4000円以上となる確率が求まる。ダウンロードした月間走行距離と燃費とガソリン価格のデータはこのような CSV データとなっている。このデータはダミーで生成したものであるが、みんなが使っている車の実際のデータを何年間か記録して演算対象データとして書き換えることも可能だ。まず全体の流れを説明する。第一ステップとしてファイルから月間走行距離と燃費のデータを抽出して、それぞれの分布を作成して月間走行距離を燃費で割った月間消費ガソリン量の分布を求める。第2ステップとして先に求めた月間消費ガソリン量と
ガソリン価格のデータを抽出して生成した分布から両者をかけた月間ガソリン代の分布を求める。第3ステップとして先に求めた月間ガソリン代の分布から所定価格以上となる確率値を求めることができる。以上が全体の流れである。それでは次に各ステップの具体的な操作方法について説明する。第1ステップでは月間走行距離と燃費のデータを CSV ファイルから抽出して分布を作成してその割り算を行う。そのために入力のプルダウンメニュー2箇所ともデータファイルを選択して演算のプルダウンメニューはディビジョンを選択する。次にセレクトファイル1をクリックして月間走行距離であるデータキロメーター CSV をセレクトファイル2をクリックして燃費の CSV ファイルであるデータキロメーター by L.csv を選択すると入力フレームにそれぞれのファイル名が入力フレームに表示される。表示されたファイル名の後にカンマ区切りで読み取るファイルの無視する行数、対象データが記述された列、分布の分割数、その後0を2つ記述する。読み取る列と分割数は2次元以上のベクトルとして複数の値が指定できるように括弧付きとしている。読み取る列は0が1番目、今回は2番目なので1とする。一番下の入力フレームに入力ファイル名を記述してエグゼキュートをクリックするとコンソールに演算過程が表示されて月間消費ガソリン量の分布に関するファイルが生成される。その中でピングの拡張子がこのようにグラフになっている。NPZ の拡張子を持つファイル名は次のステップで利用するので覚えておこう。第2ステップでは第1ステップで生成した月間消費ガソリン量の分布とリッターあたりのガソリン価格のデータをファイルから抽出して作成した分布の掛け算を行う。したがって1番目の入力プルダウンメニューは第1ステップで生成した NPZ ファイルを選択するためのディストリビューションファイルを選択する。2番目の入力プルダウンメニューは CSV ファイルを選択するためのデータファイルを選択する。演算のプルダウンメニューはプロダクトを選択する。次にセレクトファイル1をクリックして先ほどの月間消費ガソリン量の分布である NPZ ファイルを選択。セレクトファイル2をクリックしてガソリン価格データの CSV ファイルである data.im by L.csv のファイルを選択するとそれぞれの入力フレームにそれぞれファイル名が表示される。1番目の入力フレームはそのままでよいが2番目の入力フレームは先ほどと同様に無視する行数、対象データが記述された列などの情報を記述する。先ほどと同様に一番下の入力フレームに出力ファイル名を記述してエグゼキュートをクリックすると月間ガソリン代の分布に関するファイルが生成される。NPZ の拡張子を持つファイル名は次のステップで利用するので覚えていくように。第3ステップでは第2ステップで生成した月間ガソリン代の分布から所定金額以上となる確率値を求める。したがって1番目の入力プルダウンメニューは第2ステップで生成した NPZ ファイルを選択するためにディストリビューションファイルを選択する。2番目の入力プルダウンメニューは価格パラメータ上の式位置を指定するためにベクトルを選択する。演算のプルダウンメニューはパーセントを選択する。次にセレクトファイル1をクリックして先ほどの月間ガソリン代の分布である NPZ ファイルを選択。2番目の入力フレームは1番目の分布パラメータ上で式位置となる値を括弧付きで2つ記述する。2つの値が同じであれば3番目の値がプラスであればその値以上、マイナスであればその値以下の面積を出力する。2つの値が異なれば3番目の値がプラスであればその間の領域、マイナスであればその外の領域の面積を出力する。一番下の入力フレームは出力ファイル名に加えてグラフに表示する単位名を括弧内に記述してエグゼキュートをクリックする。結果となる式位置を超える確率値はグラフ内に面積として表示される。このように月間のガソリン代は 11% の確率で4000円を超えることがわかる。この動画で行ったことをまとめる。まず月間走行距離と燃費とガソリン価格をそれぞれ羅列したファイルからデータを抽出してそれぞれの分布を生成した。次にそれらの分布から
分布演算を行うことで目的とする月間ガソリン代の分布を求めた。最後に前期分布から月間のガソリン代が4000円を超える確率を求めた。以上のように日常的に使われているさまざまな演算や設計・解析で行う数学演算の多くをそのまま分布に拡張することで高精度でレベルの高い理解につながることを分かっていただけたかと思う。今後は今回行った演算の式値をベクトルから分布に拡張したものや多次元分布、相関関係がある分布を取り扱っていきたい。今回は夏休みがあったので1ヶ月程度でリリースできたが、次回の配信は気長に待ってもらえたら嬉しいと思う。ありがとうございました。